ワルツのインタビューチャンネル。はい、ワルツのインタビューチャンネル、今日はですね、プロコーチ、そして、プロコーチのトレーナーで、マタニティリープの主催でもあります、渡辺由紀さんにお話を、伺いたいと思います。渡辺由紀さんはですね、2002年からプロコーチを、されてますので、もう20年近く、プロコーチをされてますと。で、総コーチング時間としても2500時間を超える、コーチングの時間を行っているのと、3人お子さんがいらっしゃって、3人の子育てをしながら仕事とも両立をされているという方です。渡辺由紀さん、鍋由紀さんと私は呼ばせていただいているので、もう今日は鍋由紀さんでいきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。入ってまいりました。ね、はい、よろしくお願いします。はい。先ほど、許可をもらってなんですけど、私のコーチでもあるので、普段なかなかこうやって画面越しに喋るというよりはいつもね、画面を消しながら喋ることが多いので、ましてやジャケット着ながら鍋由紀さんとお話しすることも珍しいので、なんかちょっと不思議な感じがしますけども。そうですね。で、じゃあ早速ですね、いつものように1部、2部、3部ということで、第1部経歴編、第2部、お仕事探訪編、第3部が創業時の集客編というところになってまして、まず第1部の、経歴編からいきたいと思うんですけども、じゃあ鍋由紀さんのちょっと経歴を伺うところからつらつらとよろしいでしょうか。はい、ぜひぜひ。はい。経歴どこから話したらいいですか。生まれはちなみにどこなんですか、鍋由紀さんで。生まれは山梨県です。はい、山梨県で。はい。今日も山梨ですもんね。そうですね。ね、だからそうですね。今までだいたい今日動画3本目なんですけど、いつもリアルで1本目2本目っていうのは取材をさせていただきましたけど、今日はもう3回目にして初のオンラインでストリームヤードというツールを使いながらやらせていただいてますけども、生まれは山梨県で今も山梨にいらっしゃるところですね。はい。はい。で、どんな感じの子供の時だった？子供の頃どんな感じ？そうですね。さっきね紹介していただいて、私3人子供がいるんですよね。はい、今9歳、真ん中一番上が9歳男の子で、6歳のそれから男の子、そして一番下の子が2歳の女の子なんですけど、私自身も3人兄弟なんですよね。あ、そうなんですね。そうの一番よく言われるんですけど、長女っていうそういうパターンなので、やっぱりね、なんか下2人いますけど、やっぱり長女気質っていうか、ちょっともっと言っちゃうと長男気質的なジャイアンツのユニフォームをパジャマにしてなんかブンブンバット振ってたみたいな、そういう幼少期でしたね。はい、結構暴れん坊じゃないですけど、なんかグイグイ行く感じだったんですか？そうですね。もう本当にね、一番今2歳の女の子一番下にいるんですけど、はい、そっくりで、うちの両親に言わせてもそっくりなんだけど、はい、なんて言うんでしょうね、活発だし言い出したら聞かないみたいな、そういう風なちょっと自我が強い、そういう子供だったと思います。もうずっと転校とかなしで、じゃあずっと山梨県で生まれ育ち。そうですね。はい。高校まで山梨ですか？そうですね。大学から東京なので、はい、そこまで。はい。中高はどんな感じだったんですか？そうですね。中学は女子校行ってたんですけど、生徒会長とかね、やっぱりして、で結構すごい校則が厳しい学校だったんですね。例えばスカートの丈、膝下3センチとかね。でそういうのをめぐって、私は別に普通の長さだったんですけど、友達が長いスカートが短いとかね、長いとか言われていて、そういうのをすごいくだらないなって思ってて、よく先生と論理的にバトルをしてどっちかというと生徒側に立つ生徒会みたいな会長みたいなところもあったんですかね？そうですね。くだらない部分もあったんですよ、本当に。スカートが3センチ短いって言われて、翌日直してったら3センチ長いって言われたとかね。おかしいでしょそれおかしいですってやっぱり言わなきゃっていう。そうするとなんかね、じゃあ渡辺さんの測りますとかって言われて、
で測ったらちゃんとぴったり3センチ校則通りみたいなそういう嫌な生徒ですよね。ああ。でそんな感じで中学校の時は生徒会長とかをされてるようなそんな感じの。はい、高校生の時はどんな感じだったんですか？高校生の時は進学校に一応進んで、違う中高一貫の女子校にいたのに外に出て違う進学校に行ったっていう、どこまでもこう非常に先生泣かせな感じなんですけど。なるほど。なるほど。そこであんまり勉強もせずに本ばっかり読んでたみたいな記憶があります。で大学は東京へと。そうですね。これ大学名って出しても大丈夫ですか？大丈夫です。プロフィールもですか？はい、慶応の総合政策学部っていうところですね。そう、僕、前からなんか聞いてみたかったんですけど、そこを選んだのってなんか理由あるんですか？ちょっとお恥ずかしい話ばっかりなんですけど、うちの祖父母が慶応に行ってほしい孫にはみたいなことがあって、ちっちゃい頃からやっぱりなんか慶応に行くようにってこうなんかサブリミナル効果のように入っていて、私はどっちかっていうとあんまり慶応タイプではないなと思いながら結果的に行ったっていうことです。じゃあで慶応大学に、この辺からいよいよなんか世にっていうかですね、社会に出てきそうな雰囲気があるんですけど、なんかその辺からちょっとまた伺ってみていいです？どんな感じで学校生活だったりっていうところで。そうですね。もう典型的な多分地方から来たあんまり学校の中では活発ではない、あんまり成績も良くない子っていう感じですかね、最初はね。周りすごいんですよ。やっぱ慶応の湘南藤沢キャンパスって、みんな英語が喋れるみたいな感じなんですよ。でも私普通に受験して入ったので、当時は高校生としては英語はできてたと思うんですけど、喋れないし聞けないし、周りでなんか普通に喋ってる英語で喋ってる人たちを見るとすごいドン引きするしドキドキするみたいな。なるほど。そうなんですよ。ですごくこうプロジェクトベースの学校なので、学校に泊まり込んだりとか、あとは当時 Windows95 とか出てそれを使ったり、その前のね Unix とかそういうプログラミングも当たり前のようにやるような学校だったので、私はもう完璧にもう劣等生になりましたね、行った瞬間に。さっきおっしゃった学部は理系になるんですか？総合政策学部は一応文系だと思います。でもう一つ環境情報学部っていうのはそちらがどっちかっていうと理系っぽいと言われてるんですけど、でも基本的にそんなに変わりのない法律やったりビジネスやったり、そういったものをこう統合的に学んでいくようなそういう学部になってます。なるほど。ほんでどんな感じなんですか、そこから。でね、やっぱ劣等感を感じつつ、でもこれがきっとさっき力さんが聞いてくれたところにつながってくるんですけど、うちずっと100年以上やっているうちのひいおじいさんが創業をした会社をやっていたんですね、家業として。なのでこうなんて言うんでしょうね、こう家業としてみんなで仕事をするとか、その仕事をサラリーマンではない環境で自分がこう生まれ育ってきて、社宅で隣がもう会社の倉庫みたいなところだったので、そういうふうなことで考えるとこうビジネスとかって結構身近にずっとこう育ってきたっていう経緯があって、そうなので大学に行っても法律とか、あとは経済とか、あとはビジネスとか、細かく分けるとそういうふうな学科があったんですけど、学ぶ領域が。でもやっぱりこうなんとなくビジネスをやっていくんだなとか、そういうふうな思考があって、でその中で結構人事とか戦略系のゼミに入っていくっていう、そこからがなんか私の大学生活の始まりみたいな感じがあると思います。だからもうあれなんですね。お父さんが会社員で、通勤して帰ってくるとかじゃなくて、もう常になんか隣り合わせというか毛穴で家業を感じるような、そんな環境だったんですね。本当にそうです。もう車でこうわーっと来たりとか、事務所があってとか、そこで段ボールの中で遊ばせてもらったり、休憩室で社員の人と一緒にお弁当食べたりとか、そういう風な育ち方をしていたのがやっぱり原体験ですね、自分の。
なるほど。で、そうやって意識的にそういうゼミとかも、そういう経営だったりとか、うん、そういうところにもやっぱり、もう自然と入ってくる、そんな感じなんですね。そうですね。やっぱりなんか、ちょっとやっぱり役に立ちたいみたいな気持ちってあるじゃないですか、子供とか、うんまあ、うんうん。孫としても。なので、そういう風なところからこう自然と、なんとなくこうそっち側にこう川が流れていくっていう、それはあっはいはい。たと思いますね。なるほどなるほど。そうなかったです。一番若かったんで、怖いもの知らずっていうのはもしかしてあって、私みたいにこう自費で新卒なんていう人はほとんどいない。インターネットのベンチャーっていうかね、そういうのをこう立ち上げようかなっていう話もあって、いや本当にいいから、ウェブ社にぴったりだから行ってみたらどうって言われて、